こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、航空機事故として史上最多の死者数を記録した、テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。事故が起こったのはスペインのカナリア諸島、テネリフェ島にある空港だ。ここは日本にはあまり馴染みがないが、大西洋のハワイと呼ばれ、毎年数百万人の観光客が訪れる観光地だ。青い海がすごく綺麗ね。ああ。この海岸はもともと岩だらけだったが、サハラ砂漠の砂を大量に運び込んで砂浜にしたんだ。一大観光地としてスペインが力を入れていたことが伺えるな。島にあるテイデ山はスペイン最高峰で、世界遺産に登録されている。ここでは海のレジャーと並んで、トレッキングも大人気なんだぜ。自然が豊富な島なのね。その島で痛ましい航空機衝突事故が起こったのは1977年3月27日。1台はパンアメリカン航空の1736便。以降、パン機、ロサンゼルス国際空港を出発し、アメリカ大陸横断、ニューヨークのジョン・ F ・ケネディ国際空港に寄港した後、グランカナリア空港に向かって2時27分に出発した。乗務員、乗客合わせて396人が搭乗していた。もう1台は KLM オランダ航空の4805便。以降、KLM 機、アムステルダムのスキポール空港を出発し、グランカナリア空港に向かって3時45分に出発した。乗客、乗務員合わせて249人が搭乗していた。目的地は同じ、グランカナリア空港だったのね。ああ。そして事故の約5時間前となる12時30分、一つ目の想定外の事態が発生した。グランカナリア空港で爆破テロ事件が発生し、8人が負傷した。しかも、もっと大きな爆弾を仕掛けたとさらなる爆発を予告する電話が入ってきた。空港は一旦臨時閉鎖することになったぜ。そのため12時45分、グランカナリア空港の管制官は両機に対し、着陸許可を出さず、近隣のテネリフェ空港へ着陸するよう指示したぜ。爆破テロじゃ着陸させるわけにはいかないもんね。パン機は十分な燃料を保持していたことから、ダイバートではなく、空港閉鎖が解けるまでの旋回待機を要求したぜ。情報によると、爆破テロ事件で負傷者は出たものの、滑走路などの航空運航に対する被害はなかったらしいんだ。だが、グランカナリア空港の管制官に認められず、両機はやむなくテネリフェ空港に向かった。この人危なそうだし認めるわけにはいかないわ。テネリフェ空港は小さい地方空港だ。滑走路は1本しかなく、地上の航空機を監視するための管制レーダーも設置されていない。管制官は双眼鏡を使って目視で航空機の位置を確認していた。また、空港はテイデ山のふもと、633メートルに位置しており、時折濃い霧に覆われることがあった。そんな空港にこの日、航空機が密集することとなった。まず13時10分、KLM 機が先着したが、エプロンと呼ばれる駐機場所がいっぱいだっただけではなく、誘導路まで航空機がはみ出しているような状態だった。誘導路って滑走路に出るための道路でしょ。そこまで航空機がはみ出すなんてよっぽどね。ていうか誘導路がいっぱいなら滑走路にはどう出るの？滑走路を通るしかないな。この日は一本の滑走路を、移動と離着陸に使用するという状態だった。しかもこの日は日曜日。職員は少なく、空港側には余裕は全くなかった。やばい条件が揃ってきている感じがするわ。着陸後、KLM 機は誘導路の端に駐機することになった。続いて13時45分、パン機が着陸し、KLM 機の横に駐機した。隣り合って止まったことも事故に影響してるのかしら。もちろんだぜ。今回の事故は偶然も全て悪い方に働いて起こってしまったんだ。すぐにわかるぜ。両機はグランカナリア空港の閉鎖解除を待っていた。しかし1時間後、2時間後解除はされなかったぜ。この時、KLM 機の方はかなり焦っていた。乗客はほとんど観光客で、時間が遅くなれば KLM は遅延の責任を取り、観光客のホテル代を負担しなければならなかった。また、パイロットは就業時間超過で規定違反となる可能性があった。KLM 社のあるオランダの規定は厳しく、最悪の場合パイロット免許剥奪もあり得た。そこで16時20分、KLM 機は、不満の出てきた乗客を一旦降ろすとともに、本来グランカナリア空港で行うはずの給油を、このテネリフェ空港で開始した。待ち時間を活用しようとしたのね。ここで一旦降りた KLM 機の乗客の一人が、もともとテネリフェ島に用事があったため、これ幸いと降りたっきり空港を出て戻らなかったぜ。結局この女性客が KLM 機側の唯一の生存者となったぜ。空港閉鎖の間に給油を始めた KLM 機だったが、裏目に出てしまった。
給油を開始して10分後、テロ予告が虚偽と判明し、グランカナリア空港が解放された。しかし、55トンもの燃料を給油するため、KLM 機はすぐ離陸に向かうことができなかった。踏んだり蹴ったりってところね。KLM 機は給油中で、その間パン機はどうしてたのかしら。イラつきながら待ってた。給油中の KLM 機の横を小さい航空機はすり抜け、次々と離陸していった。しかし大型旅客機のパン機は KLM 機に阻まれ、滑走路に出ることができなかったんだ。待っている間、パン機の乗務員は給油の残り時間を KLM 機に確認したり、外に出て KLM 機の横をすり抜けできないか幅を調べたりしている。しかし結論的には、待つしかなかったぜ。16時50分、KLM 機の給油が完了した。位置関係により、先に KLM 機が、続いてパン機が離陸することになった。本来なら2機がそれぞれ全然違う時間にグランカナリア空港に着陸しているはずなのにね。どうしてこうなった？この時間、霧がかなり出ており、300メートルも離れると何も見えない状態だった。滑走路は約3500メートル。管制塔からも航空機ははっきり見えず、音声を頼りにやり取りしていた。さらなる霧の悪化が懸念されており、空港職員は濃い霧の中、溜まった航空機を一刻も早く送り出したかった。この時間に離陸した航空機は1時間あたり50機にも上った。頼むから落ち着いて仕事してくれ。なお、管制官及び各航空機のパイロットは、同じ周波数で動作する双方向 VHF 無線を使用して通信していた。これにより全てのパイロットは、管制官や他のパイロットの通信を傍受することができ、他機の状況が把握しやすかった。じゃあぶつかる前に気づくんじゃないかしら。逆に、言ったら伝わる、という安心感が悪い方に作用したぜ。この通信は、お互いが同時に話すとノイズが増大し相手の声がほぼ聞こえなくなるという欠点があったんだ。勘弁してくださいよ。ここまでが事故直前の状況だ。ここからはパイロットと管制官のやり取りを載せながら解説していくぜ。離陸準備のため滑走路に入り、逆走します。許可をお願いします。許可します。どうぞ。ありがとうございます。今、滑走路に入りました。そのまま滑走路を逆走し、終点で展開してください。左折して誘導路に出ないのですか？一番出口から出ますか？いいえ、滑走路をまっすぐ終点に向かってください。了解しました。我々も滑走路に入り逆走していいですか？どうぞ。滑走路を逆走し、3番目の出口で左折してください。3番目を左折ですね。わかりました。あれ本当に3番目って言ってますか？番目です。1番目と言っているように聞こえる。なんか揉めてるんですけど、航空業界なんで会話は英語だったが、関係者の母国語は全て異なっていたんだ。パン機は英語、KLM 機はオランダ語、管制官はスペイン語だ。それぞれが使う英語は訛りがあり、聞き取りにくかった。もう一度確認してみます。すぐ左折するんでしょうか？今すぐ滑走路を出ないと困る状況ではないはずだ。ああ、今日はひどい日だな。爆弾テロとは、チェックインカウンターで爆発したそうですよ。KLM 機の給油は遅いし、ひどい日だ。KLM 機、今どのあたりですか？ 4番出口を越えたところだと思います。了解しました。終端まで進んで反転してください。地図によると1番出口は90度の直角の道です。そうだな。ここではないでしょう。3番目でしょうね。確認します。頼む。確認したいのですが、3番出口で左折するのですね。3番目です。1、2、3番目です。3番目ですね。滑走路の誘導灯が機能していません。注意してください。800メートル先まで見えないと離陸が不安だが、仕方ないな。少し前に1番出口を通過したな。これが2番出口。そうですね。135度の道路です。次も135度です。ああ、だがこれは通過だろうな。そうですね。次で曲がりましょう。テネリフェ空港は小さな空港で、パン機のような最新の大型機の取り扱いに慣れてはいなかった。そのためパン機は、当期235度の急カーブを連続で曲がらせるような選択を管制官がするはずがない。次の45度の緩いカーブで曲がらせる考えだろうと思い込んでいた。4番出口の方がはるかに曲がりやすいわね。パン機からすれば4番出口が最適だ。だが霧の悪化に焦っていた空港側は、早く滑走路を開けて KLM 機を飛ばしたかった。そうすると3番出口も合理的と言える。その時、KLM 機。向きを反転した。離陸許可を待つ。離陸計画を承認しました。離陸後は右旋回し、上昇。高度9000フィートを維持するように、
了解。離陸体制を取る。実際には We are at take off と発生しているぜ。これは航空業界では使用されない曖昧な表現だ。KLM 機は離陸するぞ、の意味で使っているが、管制官やパン機は離陸できるぞ、の意味で受け取っている。よし、OK です。離陸可能な状態になったら連絡するので、待機してください。この管制官の OK ですの言い回しも非常に曖昧で、危険に思ったパン機の副操縦士はすぐさま訂正し、時機が滑走路にいることを伝えた。しかし、管制官と同時に発生したことで、管制官が OK に続けていった KLM 機に対する待機指示も、パン機側の訂正も、ノイズの発生により相手に届いてはいなかった。しかも恐ろしいことに、届いていないことに誰も気づいていなかった。この時点で、全関係者に誤解が生じた状態となる。もうダメなのかしら。でもまだここでもチャンスはあったんだぜ。滑走路を抜けたら教えてください。早くおさらばしたいな。KLM 機に30分も待たされるわ。ほんとついてないよ。滑走路を出たら連絡します。この言葉は KLM 機に届いた。KLM 機は滑走路上に機体がいるのではないかという疑念を抱いた。まだ滑走路にいるのではないですか？機関指導したもう一度。まだパン機は滑走路上ではないでしょうか？当機に離陸許可が出ている。いるわけないだろ。これが最後の誤った選択となり、死の運命が決まってしまった。KLM 機の機長は KLM 社のスターパイロットで、機関士の明らかな疑念も、一度否定されたらそれ以上言えないような力関係だったんだ。そして、見ろ KLM 機だ。あのバカ来やがったよけろよけろよけろ。上がれ上がれ。KLM 機が55トンもの給油をしなければ、上がって回避できていた。KLM 機は急浮上、前輪は避けたが、後輪や機体後部が衝突。KLM 機の衝突時の速度は時速260キロ。衝突後、150メートル先で滑走路に墜落した。さらに150メートル滑走し、停止。そして爆発、炎上。外的な変形は少なかったが、誰も脱出できず、KLM 機側は乗客乗員248名が全員死亡した。一方パン機側、衝突時に機首を左に振ったため、操縦席、機体サブの乗客が衝撃を免れた。乗客54名、乗員7名が、全員負傷したものの生存した。こちらの死亡者は335名となった。未曾有の大惨劇になってしまったのね。ああ。航空機事故としては最多の死者数を記録する大事故となった。事故後、航空会社や事故調査官が70名以上で調査した。事故現場となったスペインの調査団は KLM 機に責任があるとしたが、KLM 社を有するオランダの調査団は複合要因によるものとし、争った。上記の一つでも欠ければ、成立しない事故だった。パイロットとして普通に守ってれば避けられたものもある気がするわね。ああ。当初は過失を認めていなかった KLM 社も、最終的には認め、遺族に賠償している。また、特に交互表現の曖昧さが事故の根本原因であるとし、国際航空規則が改定された。テイクオフの単語は離陸、または離陸取り消し時にしか使わない、などの変更がなされている。これで安心なのかしら。いや、人の意識に頼った対策は、事故の確率こそ小さくできるものの、やはりゼロにはできないもんだ。2008年には新千歳空港で、今回と全く同じ、離陸計画承認にテイクオフの用語を使用してしまい、その復唱もしなかったことで、航空機のニアミスが発生してしまった。日本じゃないの。絶対気をつけてください。以上、今回はテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故について紹介させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも世界の大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。